F 近藤です。今日は消費者物価指数を更新しました。消費者物価指数というのは別名 CPI と言います。CPI というのは購入されたものとサービスの価格変動を測定する指数です。この CPI でいろいろな国のインフレの状況を確認することができるんですね。今まで何度も CPI と言ってますから、もうこれは覚えたんじゃないかなというふうに思います。このグラフはアメリカの消費者物価指数前年比と政策金利の推移を表しています。歴史を振り返ると、2020年の1月には新型コロナウイルス感染症が報道され、2020年の3月には WHO が新型コロナウイルス感染症をパンデミックと表明しています。当時、トランプ大統領の下で政策金利は急激に緩和されて、だいたい0から0.25でずっと推移していくことになります。また、アメリカ国債をはじめ、買いオペレーションも実施されました。そうした状況下の中で、2020年の11月には、アメリカ大統領選が行われます。トランプ氏とバイデン氏の戦いで、僕もテレビを見てましたね。そしてちょうどこの頃、インフレという言葉が出てくるようになるんですけども、FRB は当時、インフレは一時的なものであると言っていました。ところが、2021年の11月に FRB の議長にパウエル氏が再任されると、彼はテーパリングを実施したんですね。それまでアメリカはだいたい毎月ですね、アメリカ国債とか住宅ローン担保証券 MBS というんですけども、こういったものを約13兆円から14兆円買い入れてるんですね。大量の買い入れを行ったために、これからはもう買い入れを減らしていきますよ。さらにやめていきますよ。これがテーパリングなんです。2022年の3月にはテーパリングが終了し、政策金利が引き上げられます。まずは 0.25、そして0.5、0.75、0.75、0.75、0.75、0.5、0.25と引き上げられていきます。これだけ急激に政策金利が引き上げられると、アメリカのマーケットが壊れてしまうのではないかと言われていましたが、なんとか持ちこたえていたんですね。ところが、2023年の3月、米銀のシリコンバレー銀行が経営破綻をして、金融機関への信用不安が発生しました。その中で0.25の利上げが行われたんです。このグラフはアメリカのコア消費者物価指数、コア CPI、そして PC 物価指数と政策金利の推移を表しています。コア消費者物価指数というのは、先ほどの
消費者物価指数から食料品やエネルギーを除いたものです。この青い棒グラフがコア消費者物価指数です。PC 物価指数というのは、全アメリカの国内個人消費支出の物価動向を示す指数なんですけども、簡単に言いますと、全米で実際に買った物価の動向を表した指数なんです。この緑色の折れ線グラフが PCE 物価指数です。そして、このオレンジ色の折れ線グラフが政策金利なんですけども、ちょうど今、すべてがクロスしようとしています。また、2023年3月には、金融機関の信用不安が発生していますから、よりインフレを抑え込んだ状況になっている可能性が高いです。この後、どのような状況になっていくのか注目しましょう。